ライブ？そう、ライブやろうぜ、ルイちゃん。いや、ニコ、まず中学生が他校に乱入してきてだな。いきなり。マナちゃんもやるって言ってるぞ。あとはメモルとクルトだけど。ちょっと待って。マナが？それに、メモルクルトって？ミト、どういうこと？とにかく、諦めた方がいいな。こいつはやるって決めたら、てこでも動かないんだ。特に、自分のやりたいことに関しては。みその財閥の一人娘なの？そうみたい。そうみたいって、なんでこんなとこいいのよ。ニコ、あんた知ってたの？こないだ聞いたよ。はあ？なんだメモル、財閥ってうまいのか？あんたは黙ってなさい。ミト、何笑ってんのよ。いや。っていうか、あんた、笑うんだ。笑うだろ、普通。笑わないで行きなさいよ。笑わない氷の歌姫。はあ？それウケそうじゃない？あんた、びっくりするぐらい美人なんだし。そんなことしなくても、ミトはどうせステージじゃ笑えないよ。ミトガッチガチの上がり症だから、ステージだと多分一言も喋れないどころか、きっと怖いくらい顔こわばってるよ。そんなこと、あるかも。笑うな！お客さん、すっごく少なかったな。だから言ったのよ。ちゃんとプロモーションかけないとダメだって。まあ、楽しくはあったけど。自分たちが楽しいだけじゃダメなのね。いいんじゃないか？楽しいだけでも、私はとても感動したぞ。クルトのダンスも、メモルの猫かぶりも。何よそれ！もっと普通に褒めなさいよ。でも、ニコ？なんだか満足って気はしないや。変なの。自分でも、なんだか、もっとやりたいって気がしてきた。私も。私も。当たり前でしょ？スカイドーム？そう。お父様が使ってみてはどうかって。でもマナ、それは。私は賛成よ。メモル。この2年、曲を作って、ライブもこなして、そこそこ人も集まるようになってきた。でも、そろそろ大きなチャンスがあってもいい頃だわ。チャンスはチャンス。ただの機会よ。やったところで実力がなかったら、すぐに忘れられるわ。試すいい機会じゃない。本気でやって、私たちがどこまでいけるのか。あとは時の運よ。やろう、みんな。やろうぜ。うまくいかないかもしれない。実力が足りないかもしれない。でも、足を踏み出したい。一歩でも前に、進みたい。私は、セブンスシスターズを脱退する。見た！
おやっさん。ライブを中止したら、どうなる？はっきり言ってくれ。私たち子供に。わかっただろ。これが現実だ。だが、一つだけそれを回避する方法がある。私がセブンスを脱退し、お前たちがライブをやることだ。ミト、ダメだよ。ニコ。これは私が選んだんだ。私が自分で選んだ道なんだ。お前やみんなのためじゃなく、私のために。私は、お前たちの翼を奪いたくない。頼む。メモル。何よ。お前は知らないかもしれないが、お前はいいやつだ。ここにいる誰よりも。私が抜けて、それでライブをやると言っても、多少のダメージはあるだろう。お前の正義と頭の回転で、これからもみんなを助けてやってくれ。クルト、みんなが悲しみに暮れ、落ち込んだ時、みんなに勇気を与えるのはお前だ。みんなの太陽になってくれ。マナ。これまで何度、お前の思慮深さ、そして、みんなを慈しむ心に救われただろう。お前はいつもみんなに希望をくれた。もう自分を呪ったりしないでくれ。誰よりも優しいお前のことが、みんな大好きだ。ルイ。ミト。落ち込んだ時はいつもそっとそばにいてくれた。お前は誰より人の悲しみがわかる人間だ。そして誰より人の幸せを願っている真の友よ。これからも元気で。ニコ。すまない。私のわがままを許してくれ。いいんだ。ありがとう、ニコ。私に翼をくれて。私の翼は、お前がくれた翼だったんだ。私をいつも外に連れ出してくれた。お前の自由の翼が、私をここまで連れてきてくれたんだ。もう、私を笑わそうとしなくていい。もう私は笑えるから。お前がいなくても笑えるから。どこへだって行けるから。お前がくれた翼で。最後まで一緒にいれなくてごめん。今までありがとう、みんな。頑張れよ。
ありがとう。セブンスシスターズ。さようなら。さようなら。ミート、会いに来たよ。ミートちゃん、遊びましょう。ミート、こら、付き合え。ほら、ミート、笑って笑って。ミート、ミート、ミート。ミート、会いに来たよ。ばあちゃん、ばあちゃん。今日はニコたちとなんやかんやしてくるから、ちょっと遅くなるよ。うん。んん何が？変なばあちゃん。じゃあ、行ってきます。ばあちゃん。おやっさん。ずっと目を覚まさないんだ。あれから。私にできることはない。
おやっさん。ありがとう。あいつらを守ってくれて。それでもだ。ありがとう。元気で。あいつ、どんな顔してた？まあね。この数週間、死ぬ気でやってもの。単刀直入に聞くわ。あんたなんでしょ？鳥かごのレストラン。そのコック。でも不思議なのよね。お話の中のコックが、また男の代わりのような連中と付き合うようになるなんて。で、あんたの本心と狙いは？やろうと思えばいくらでもできたはずよ。私たちを売ることなんて。大事なものは何一つ持てない。気に食わないわけね。私と同じか。なんでもないわ。じゃ、また後で。何？最初から会うつもりはなかったわ。あんた。会わないでよかったの？会いたかったんでしょ？あいつに。メモル、何よ。来ると、わかんなくなった。何が？何がわかんないのか、わかんなくなった。来ると、みんなといて、セブンスになって、楽しかった。これまでも、ずっと楽しかった。なのにどうしてだろう。ずっと一緒にいたいだけなのに。なんでみんなお別れするんだろう。ずっと一緒に笑ってたいだけなのに。なんで？正義の味方。え？こないだ、私のこと、そう言ったわよね。私ね、最低の人間なの。あ？
待て待て待て、逃がさないぞ。捕まえた。こら、そこは蹴るな。痛い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 。いやもう、子供ってなんであんなに元気なんだ？と、あ？これから社会に立ち向かっていくためよ。うん。子供の頃、ずっと強いものが怖くて、仲間外れにされるのが怖くて怖くて、クラスでいじめが行われてても、ずっと見て見ぬふりしてたわ。でも、ある時、仲の良かった友達が言ったの。もうこんなことやめようって。もう誰かを傷つけることはやめようって。当然、今度はその子がターゲットになったわ。でも、その子は何度いじめられても、何度踏みにじられても、毅然とした態度を崩さなかった。ある日、誰かがその子のカバンに、違う子のホロコンを滑り込ませたの。なぜだかわかる？盗んだことにしたかったのよ。自分だけは正しいみたいな顔してるのが気に食わなかったんでしょうね。先生に問い詰められたとき、その子はやってないと言い張ったわ。そのうち、先生はクラスのみんなに事情を聞き始めた。ほとんどの生徒が知らん顔をしていた。誰だっていじめのターゲットにされたくないものね。でも結局、その子が犯人にされたわ。なんで？私が証言したの。彼女が犯人ですって。いじめっ子のグループに命令されて、仲の良かった私が彼女が盗んだと証言すれば疑う人間はいない。そう踏んでいたんでしょうね。バカよね。次の標的にされるのが怖くて、友達を売るなんて。でもね、その子はその時、私が証言した時、こう言ったの。私がやりましたって。今でもわからないわ。なんで彼女がそんなこと言ったのか。嘘だと言ってほしかった。私のことを嘘つきだと、弱虫だと、卑怯者だと罵ってほしかった。メモル。結局、彼女は親を呼ばれて、最終的には親御さんの判断で転校することになったわ。彼女とはそれっきり、今も私のことを恨んでるでしょうね。それからよ、私が誰ともつるまなくなったのは、いじめっ子たちはひたすらやり返し続ければ、そのうち何もしてこなくなったし、私にはそれ以上友達を作る気はなかったし。これでわかった？私は正義の味方なんかじゃないの。同じ穴のムジナなのよ。ずっと金が欲しかった。孤児院に入れられて、欲しいものは何一つ買えなくて、持ってるものは価値のないものばかりだった。で、そんな私は、今では結構な額の金を持っている。それで、今の私は幸せに見えるかい？マナ、知っての通り、この孤児院は御園財閥が支援していることで成り立っている。世界中のすべての孤児のための解決にはならないが、少なくとも私は、君のお父様とおじい様には、心から感謝している。私にできることは、何でもするくらいにはね。ルイ。幸せかどうか、それは毎日変わるよ。いいことがあれば幸せ。
悪いことがあれば不幸。だが、大切な人が、みんながいることで、私の人生は豊かになっている。喜びも悲しみも、共に分かち合うことで。マナ、ようやく分かったんだ。お金に意味はない。富に意味はないんだよ。人それぞれ手にした富をどう使うかが大事なんだ。誰のために使うかが大事なんだ。私は君の使い方が正しいと信じてる。だってお金がなくても君は誰かのために努力することを厭わないから。ルイ。マナ、君は呪われてなんていない。だって君の心はこんなにも美しいじゃないか。あ、雪だ。行こう。涙を拭いて。私たちは全てを救うことのできるヒーローなんかじゃない。でも、あいつの望みを叶えることはできる。はい。だからメモルは正義の味方なんだな。悲しいことがあったから、ひどいことしたって思ったから、もう同じことはしないんだ。何よそれ。私はひどい人間なの。バカで、クズで、弱虫で、誰のことも大切に。クルト、メモルのこと大好きだぞ。クルトだけじゃない。ニコもマナもルイもミトも、メモルのこと大好きだぞ。なあメモル、その子もメモルのこと大好きだったんじゃないか？メモルのこと守りたくて嘘ついたんじゃないか？このライブが終わったらその子に謝りに行こう。許してくれるかはわからないけど、謝りに行こう。ニコとマナとルイとミトも連れて、物陰からそっと見てるから。メモルは仲間だから。セブンスシスターズの仲間だから。来ると悩んでたけど、悩むのやめた。全力でぶつかって全力で伝えるぞ。みんなのことが大好きだって。さあ行こうメモル、みんなが待ってる。やったー。おっちゃん。バッチシ。わかんないよ。ただ、このまま何もしないなんてできない。ミトと話したとき、そう思ったんだ。ミトがくれたたくさんのものを、みんなで紡いだ思いを、世界中の人たちに見せつけたいって、そう思ったんだよ。違うよ、おっちゃん。私は強くなんてない。私は弱虫で、今だって逃げ出したくてしょうがないくらい弱虫で。でも、あがくことをやめたくないんだ。この闇の中で、あがくことを諦めたくないんだ。それが、私がここにいる、たった一つの理由だよ。ばあちゃん、大丈夫？いや、いや、あれは、なくなったんだ。なんか、スケジュールがうまく噛み合わないとかで、来年になったんだよ。
だから、冬の間は休みなんだ。だから、旅行だって行けるんだよ。こないだ言ったろ？どこ行きたい？いや、そんなことより本当に大丈夫な。ばあちゃん。何の話？そんな話今。何言ってんの？何言ってんだよ！あの女はばあちゃんを捨てたんだよ！私とばあちゃんを捨ててわけのわかんない男を選んだんだ！愛だとかなんだとか言って綺麗事抜かしてただ逃げ出しただけじゃないか！それをなんだよ、後悔？笑って見送る？そんなことできるわけないだろ！あの女はクズだ！最低のクソ野郎なんだよ！あの女がどこかでのうのうと生きてると思うだけでヘドが出るよ！できることなら殺してやりたい。私とばあちゃんを捨てたことを後悔させながら。やめてくれ！ばあちゃんどうしちゃったんだよ！なんで急にそんな話するんだよ！歌なんてもういいよ！一生歌なんか歌うもんか！ずっと嫌だった！歌が好きな自分が嫌いだった！あの女の血が自分に流れてることが分かってから、あの女の血を自分が受け継いでると気づいたとき、ゾッとしたよ！吐き気がして震えが止まらなかった！私は違う。私はあの女と同じになんかならない！私は絶対にばあちゃんを一人になんかしない！愛なんかいらないよ。そんなわけのわかんないもんいらないよ。大体愛ってなんだよ。あの女は愛のために私を捨てたと言った。自分勝手に自分の好きなことをやることが愛なの？誰かを不幸にしてでもやりたいようにやるのが愛なの？それが愛なら私はいらない。いつまでもずっとばあちゃんのそばにいる。これが私の愛だよ。嫌だ。絶対に嫌だ。嫌だ。嫌だよ。絶対に嫌だ。ばあちゃんのそばにいる。ずっとばあちゃんのそばにいるんだ。ばあちゃん。ばあちゃん。
うん。でも、いいの。いても。うん。買ってくるから、寝ちゃったりしないでよ。うん。あと先生も呼んでくる。ばあちゃん、まだ知らせてないだろ。え？え？ばあちゃん！ばあちゃん！なんでだよ！なんで！開けて！ばあちゃん開けてよ！開けて！なんでよし行こうぜみんな世界中の人たちが、私たちの、ミトの思いを待ってる。ミトは今日は、みんな。ミト私を、ライブに出演させてくれないか。勝手なことを言ってるのは分かってる。足手まといになることも。だが、自分のためじゃない。みんなのためでもない。他の誰でもない。ばあちゃんの最後の願いのために来た。ミトちゃん。ミトみんな。ミト、お帰りなさい。ただいま。みんな。さあ、いよいよだ。ようやく全員揃ったしね。カルト、今日は最高に乗ってるぞ。絶対無敵のセブンスね。セブンスシスターズの魂を全部、ここに置いていこう。みんな、頼みがあるんだ。約束してくれ。もし、私が立っていられなくなったり、逃げ出しそうになった時は、私を叱ってくれ。怒鳴ってでも、ひっぱたいてでも、絶対に私をステージから逃がさないでくれ。ミト。今こうしているだけでも、胸が張り裂けそうなんだ。心が、
壊れてしまいそうで。ミト。頼む。みんな。みんなの勇気をくれ。弱虫な私に。勇気をくれ。よし、てめえら、覚悟はいいか？おう！絶対無敵、セブンスシスターズ出動！涙を隠せ！セブンスシスターズだろ！セブン
見た？ん？そろそろ開演だよ。ああ、何見てたの？なんでもない。ふん。こら、野生児、草を食べないの。お腹壊したらどうするのよ。クルト、草ぐらいじゃお腹壊さないぞ。これなら、もしかしたらってぐらいだぞ。は？これ？メモル怖がりだな。今度はあんたに世の中の厳しさを教えてあげるわ。ああ、クルト怖くないぞ。何を？やるか？まったく、本当に相変わらずなんだから。二人とも、ずっと変わらずに元気でいてくれるかしら。あれだけ元気に昆虫を食べようとするのもどうかと思うけど。ま、人は変わっていくさ。でも、変わらないものもある。例えば？愛や友情。あら、愛や友情も心変わりで変わるものよ。もう、確かに。というわけで、ちゃんと毎日手紙を書くように。あなた、本当はずっと旅に出たかったんでしょ？冗談よ。気が向いた時でいいわ。でも、ちゃんと帰ってくるように、心変わりをしてほしくなければね。ああ。貞本さん。おじさま。元気ですよ。なんせ、大人になったもんで。ええ、卒業旅行代わりに。誰かと思えば、貞本の親父じゃない。おっちゃん！あっちの親父は？支配人の親父よ。かわいい教え子たちの最後の晴れ姿だってのに、失礼ね。何よ。別にどうもしないわ。ただ、素直に生きるのも悪くない。そう思ってるわ。わかってるわよ。ならあがくだけよ。自由に生きるのに必要な分だけ。あら、じゃあ気が合うわ、そいつと。みんな、スカイドームへの搭乗許可が出たみたい。スタッフさんが呼んでるわ。おっちゃん、また会おうな！貞本さん。鳥かごのレストランの最後は、コックに何も残らなかったって言いましたよね。残ったものはあったんです。ただ一つ、男に残ったものが。希望だけは、男に残ったんですよ。私はそう願ってます。ええ。不思議な感じ。これが最後なんて。ああ、そうだな。ばあちゃんには報告した？いや、まだしてない。なんで？なんとなく、かな。うん。
ニコ。ん？ばあちゃんは幸せだったのかな？何もしてあげられなかった。どこへも連れて行ってやれなかった。私はばあちゃんを。ねえミト、前に愛ってなんだって私に聞いたよね。私なんだかちょっと分かった気がするんだ。ミトが最後に見たばあちゃんは笑ってた？ああ、笑ってた。嬉しそうに笑ってたよ。きっとそれが愛なんだよ。ばあちゃんの愛はずっとここにあったんだよ。ミトが生まれてきてくれただけでばあちゃんは幸せだったんじゃないかな。ニコ。おめでとう。誕生日。おめでとう。うわひょー、見えてきたネオセブンスドーム、こわ高あそこに飛び降りるんだな。来るとワクワクするぞ。いや、聞いてないよ。飛び降りるんじゃないよね。移動するだけだよね。あら、ルイ。ワイヤーで飛び降りるのよ。はあ？へたれね。あんたたちも、まさか今更おじけづいてるんじゃないでしょうね。大丈夫。だって私たち、セブンスシスターズなんだもの。さあ、行こうぜ。みんなが待ってる。てめえら元気ですか？今日がセブンスのラストライブ終わりだけど、ここから始まるよー。さあ、オープニングナンバーは私たちのラストシングル。せーの、スターグリッター。私たちの思い、どこまでも飛んでけー。立ち止まるたびに見上げる空に描いたステージ、届けたい人、届けたいこと、この気持ち確かめたらね、しんとくる
だからさ、みんなには言ってないんだ。今日、旅立つこと。うん。一人ぼっちにしてごめん。でも、生まれてきたこと、生きていくこと、それをばあちゃんが教えてくれたから。愛については、なんとなくだけどね。長い旅になるような気がするよ。でも、もう怖くないんだ。命は、そのためにあるんだから。じゃあ、そろそろ行くよ。年に一度は、会いに戻ってくる。うまい豆腐屋も見つけたしね。ばあちゃん、ありがとう。行ってきます。行ってきます。いつも愛はそれと知らずに通りゆく優しい雨、汚れた指で一つすくい上げる花氷、いつの間にかわけも言わずに問いかけた私をなで降りてゆく夏の帳振り返らぬ影星、おどけた歌
光